おはようございます。今回は2025年12月1泊2日で湯布院を一人旅した時の Vlog です。マイルでフライトを取ってふるさと納税でホテルを予約したので事前出費はほぼゼロですが、その分現地の食べ歩きにお金を使えたらいいなと思ってます。大分空港に到着しました。空港から湯布院まではバスで向かいます。バスに乗る時間は1時間くらいでした。湯布院は学生の頃青春18切符で立ち寄ったことがあるんですが、宿泊するのは初めてです。今回は温泉に浸かって食べ歩きを楽しんでゆっくりしたいなと思ってます。空港からのバスは JR 湯布院駅のすぐ近くに着きます。街の至るところから湯布岳が見えるんですが、今は山頂が雲に隠れてます。駅近くのインフォメーションセンターで街歩きのための地図をもらいました。まずはランチを食べに行きます。雲が動いて湯布岳の山頂が出てきました。事前に調べて美味しそうだなと思ったお店です。気になるメニューがいろいろありましたが、私はふるさと定食を選びました。デザートの野生馬というのは大分の伝統的なおやつだそうです。入り口で整理券を取りましたが、10分も待たずに席に通していただけました。寒がりなのでこたつ席を選びました。和の落ち着く空間です。これが団子と呼ばれるもので、小麦粉をこねて平たく伸ばしているそうです。団子汁は柚子胡椒で味変できました。鶏天は思った以上に柔らかくて、そのまま食べても美味しかったんですが、ポン酢をつけたらさらに美味しかったです。ランチの後は散策です。学生の頃はまだ山登りの矢の字もかじってなくて、湯布岳の記憶は正直ほぼありませんが、掃除法のかっこいいお山です。明日登れたらいいなと思っていて、一応登山装備も持ってきてます。うなぎ姫神社です。観光客で賑わう金鱗湖や湯の坪街道からは徒歩15分ほど離れているので、鳥居をくぐる前から落ち着いた雰囲気があって静けさを楽しめます。境内全体が深い木々に囲まれています。この神社にはひときわ存在感のある巨大な切り株があります。1991年の台風で倒れてしまったご神木です。樹齢600年の木もあったそうです。次は歩いて金鱗湖に向かいます。金鱗湖が近づくにつれて徐々に人が増えてきました。金鱗湖のすぐ横には小さく佇む天祖神社があります。この建物の裏に回ると鳥居があります。気温の低い時期は朝霧が見られる確率が上がるので、明日の朝ここに戻ってくるのが楽しみです。それではお楽しみの食べ歩きスタートです。まずは口コミでお団子が美味しいと書いてあったこのお店です。人気のみたらしと抹茶にしましたが、お団子自体が柔らかくて美味しかったです。次は金賞コロッケです。揚げたて熱々をいただきましたが、ブラックペッパーがピリッと効いていて、行列も納得の美味しさでした。そういえば今回の湯布院食べ歩きはきれいごと抜きで本当に全部美味しかったんですけど、その中でもぶっちぎりの1位があったので、それは動画の中でシェアします。途中フローラルビレッジに立ち寄ったんですが、あまりの人混みにすぐ撤退しました。せっかく大分まで来たのだから、大分のブランド牛は食べてみたいなということで、豊後牛の握りを食べます。上カルビにしました。サーロインの説明にとろける食感って書いてありましたが、上カルビも十分とろけました。途中でお土産を選びつつ、まだまだ食べ歩きは続きます。次は大好きな唐揚げです。このお店の行列はひときわ長かったです。唐揚げは一つ一つ大きくてみんなが好きな味って感じでした。
近隣湖から湯布院駅の方面に歩いていくと、道の両側に食べ歩きにぴったりなグルメのお店が次々出てきます。ここに焼きたてのふわとろのチーズケーキがあるそうです。プルプルしてるの伝わりますかね。飲み物かと思う速さで食べきってしまいました。そろそろ食べるのをやめないと夕食に差し支えるので、次は美術館に行きます。チケットは現地でも買えますが、事前購入も可能です。事前購入の方が200円安いです。私は入る直前にスマホで購入しました。隈研吾さんの建築っぽいなぁと思ったらそうでした。このスタイリッシュな空間に草間彌生さんや村上隆さんの作品が並びます。夕食までまだ少し時間があるので、駅近くのインフォメーションセンターの2階に行ってみます。外に出られるようになっていて、ここからも由布岳が綺麗に見えます。明日の登山用に湯布院らしいものを買います。旅先で登山するときは、ご当地おやつやドリンクも楽しみの一つです。本日のお宿にチェックインします。メゾネットタイプのお部屋でめちゃくちゃ広くて、一人で泊まるには贅沢すぎました。夕食までの時間は家から持ってきた本を読んで過ごします。お待ちかねの夕食の時間です。なんと個室を用意してくださっていました。一人なのに。国内旅行の場合はご飯の口コミ重視でお宿を選ぶことが多いです。お米が美味しすぎておかわりしました。デザートまでいただいて温泉にゆっくり浸かって今日は早めに寝ます。おはようございます。2日目の朝です。まずは近隣湖の朝霧を見に行きたいと思います。途中で昨日激混みだったフローラルビレッジに寄ってみました。もちろんお店は閉まってましたが、ヨーロッパの可愛い村みたいな雰囲気でした。日の出直前の近隣湖です。湖の底からあったかい温泉水が湧き出ていて、冷えた空気に触れることで霧が生まれます。秋冬の日の出前後がベストなタイミングと言われてます。白い霧に包まれた近隣湖に朝日が差す様子はとっても幻想的でした。お宿に帰って朝ごはんを食べます。昨日と同じ個室を用意してくださってました。団子汁とご飯はおかわりできました。このお宿スタッフさんたちがみんなフレンドリーで暖かくて居心地が良かったです。これから由布岳に登ります。まずは湯布院駅近くのバス乗り場から36番のバスに乗ります。交通系 IC カードが使えました。15分くらいで到着しました。仮設トイレを借りました。登山口はバス停のすぐ近くです。ここに駐車場もあります。まずは2時間くらいかけて頂上を目指します。その後、由布岳のふもとにある井森ヶ城にも時間があれば登りたいと思います。由布岳の手前にあるポコッとした可愛いお山です。バス停を出発してすぐはこんな感じの開けた道で、目の前に由布岳がドーンと見えます。今は頂上に雲がかかってますが、天気予報的にはこれから晴れてくると思うので、それを信じて登ります。由布岳は2つのピークを持つ掃除法で、西方と東方があります。
2つのピークを踏んで山頂付近をぐるっと一周する方も多いですが、西方には鎖場があってちょっと難易度が高そうなので、今回は東方までのピストンにします。伊布岳は歩きやすいお山で、最後の西方と東方の分岐までは特に難しい箇所も危険な箇所もなく登れます。ジグザグ道の後半は視界が開けている箇所も多くて、景色を楽しみながら登ることができます。下に見えるのは湯布院盆地です。ここが西方との分岐です。左に進むと西方で、右に進むと東方です。山頂直下は少し急で、手で岩を掴んで登る箇所もありましたが、慎重に進めば問題ないレベルです。山頂に着きました。標高1580メートルです。もっと天気が良ければ遠くの山々も見渡せそうです。さっきまで絶望的な白さでしたが、ちょっとずつ青空が見えてきました。あっちが西方です。西方の方が3メートルだけ標高が高いそうです。結構ゴツゴツしていて、鎖場や岩場があるみたいです。登ってきた方面を見下ろすと、飯盛ヶ城が綺麗に見えてます。昨日購入したご当地のおやつを食べます。登山口から東方まではコースタイム通り2時間で到着しました。登ってきた道を通って下山します。この分岐を左に進むと登山口に直行しますが、右に進むと飯盛ヶ城を経由して登山口に戻ることができます。こっちのルートは人通りが少なそうだったので、登山口がどんな感じか心配でしたが、危険箇所もなく歩きやすかったです。まだ少しだけ秋が残ってました。振り返るとさっきまでいた由布岳の頂上が見えます。草紅葉に太陽が当たってキラキラ綺麗でした。由布岳の山頂から1時間15分で飯盛ヶ城の山頂に着きました。
予習のために見た YouTube では緑だった部分が全部黄金色になっていて、この時期もいいなと思いました。10分後のバスを逃すと次はさらに1時間後になっちゃうので、登山口に急いで向かってます。なんとかバスに間に合いました。帰りは湯布院駅まで乗らず、途中近隣湖に近いあたりで降りました。まだ気になるお店が残っているので、昨日の食べ歩きの続きをします。焼きたてで熱々でした。鶏ごぼうも美味しそうでした。そしてこの鴨そばがもうびっくりするくらい美味しかったです。炭火で焼かれた鴨と柚子とだしと全部が掛け算で美味しくて、個人的に大ヒットでした。こんな感じで座って食べられるのもありがたかったです。デザートに同じお店のモンブランどら焼きをいただきました。焼きたてのどら焼きにも惹かれましたが、栗好きとしてはこっちをスルーできなかったです。あと、これまた同じお店で購入した柚子胡椒。旅行から帰ってきて毎日のように使ってますが、美味しすぎます。最後に抹茶の濃さが選べるジェラートを食べます。店員さんに相談して5倍を選びました。濃厚で大満足でした。湯布院の食べ歩きではクレジットカードが使えないお店もいくつかあったので、現金も持っていた方が安心だと思います。お土産に湯布岳のバッジをゲットしました。今回こそゆっくりするつもりが、結局いつものように予定詰め詰めになってしまいましたが、楽しい1泊2日でした。バスで大分空港に向かって最終便で東京に帰ります。2025年年末のご褒美一人旅でした。